トレードチャンスがないと、このままで大丈夫かという不安や焦りに駆られることもありますよね。特に相場が動いているのにトレードができないと、自分だけ置いていかれた気持ちになって、何かしないと損をしてしまうのではと考えて余計なトレードをしてしまう。ですが、FX で勝ち続けるために本当に大切なのは、トレード回数ではありません。むしろやらない勇気を持つことが、資金を増やしていく上で欠かせない力になります。実際に、今週の私のドル円のトレードは、ノートレードで終わりました。そこで今回は、2025年3月24日から28日の1週間で、なぜノートレードになったのか。その理由と、FX で勝ち続けるための考え方をお伝えしていきます。3月24日。まず、月曜日の朝7時の時点で、1時間足のチャートを見てみると、次のようになっていました。かなり微妙な形です。1時間足の押し安値を下へ抜けて、トレンドの転換をしたと思いきや、強めに戻ってきています。1時間足だけだと、全体の流れが少し判断しにくいので、4時間足で見てみると、次のようになっていました。4時間足の戻り高値をまだ上抜けていないので、明確なトレンドの転換はしていないのですが、直近の流れは上昇トレンドっぽくなっています。ここから4時間足の戻り高値を上抜けて、トレンドの転換をしていくか、上抜けることができずに、もう一度下がっていくかの微妙な位置にいます。1時間足と4時間足両方を見ても、微妙な位置にいるので、しばらくトレードはないと判断しました。仮にトレードをするとしても、1時間足で直近の高値をしっかり上抜けて、上昇トレンドの継続が確定した後の押し目台を狙っていくイメージでした。このシナリオを頭に入れた上で、ローソク足を少し進めてみます。直近の高値を上抜けて、1時間足で上昇トレンドが継続しました。押し目買いのシナリオに近づいてきたので、ここからもう少しローソク足を進めてみます。レートが戻ってきて、買いを考えていた位置にいます。ただ、これだと私からすると、直近の流れに対する押しが浅すぎるんですよね。この状態だと、買いでエントリーをするなら、もう少し下がってきてからの方が、買いが入りやすい状況が出来上がります。また、この時の15分足を見ると、次のようになっていました。よく見ると、15分足の押し安値があるのですが、ここまで下がってくれば、買いが入りやすくなると思ったので、この位置での買いを狙うことにしました。このシナリオを頭に入れた上で、少しローソク足を進めてみましょう。わずかに届かずに上がっちゃいました。実は、押し安値の手前には、切り板があって、今回はその場所で反発をしていきました。切り板で反発をした後にエントリーを考えたのですが、直前の流れが時間をかけて下がりながら、下落トレンドを作っていました。これだとすぐに反発しづらいので、切り板付近である程度下値を固める形が出てからでないと、私はエントリーをしません。そのため、その形を待っていたのですが、結局、切り板で反応したら、そのまま上昇してしまいました。この後はさらに上がり続けて、夜中の12時になった時点で、1時間足を見ると、次のようになっていました。こうなってしまうと、押し目買いがメインの私としては何もできないので、この日はこれで終了しました。3月25日、火曜日の朝7時に1時間足のチャートを確認すると、次のようになっていました。結局、高値にいる状態のままでした。この時のトレードシナリオとしては、上昇トレンドが続いているので、買いだけを狙っていきます。そして、買う場所ですが、サポートとなりそうな場所もあるので、その位置での押し目買いになります。このシナリオを頭に入れた状態で、その後の動きを見ていたところ、次のようになりました。さらに上がっていきました。この時に直近の上昇の起点が切り板でした。だから、この位置まで戻ってくれば、一旦反発するかもと思ったのですが、ここまでの上昇が一方的に来ているので、さらに上昇する余地があまりないと感じました。また、この位置から切り板まで戻ってきても、押しが浅すぎるというのもあって、切り板での押し目買いはしないことにしました。では、この後の動きを見てみましょう。切り板付近で一旦反発した後に、
上昇は続かずに下がってきました。しかも、買いを狙っていた場所まで下がってきたので、エントリーチャンスが来ました。よって、ここからは15分足で動きを見ていきます。この時の15分足が次のようになっていました。サポートラインまで下がってきたのですが、下落トレンドを作っている上に、下落の勢いが強い状態です。ここですぐに入ると、下落の勢いに飲み込まれて損切りになる確率が上がります。よって、すぐには入らずに、この辺りでの動きをしばらく見ていきます。では、ローソク足を少し進めてみます。ちょっと何とも言えない感じです。微妙に反発しそうではあるのですが、直前の下落の勢いが強いのでまだわかりません。そこで、もう少し様子見をすることにして、ローソク足を進めてみます。下がっていってしまいました。やっぱり下落の勢いが強いせいで、買いがあまり入ってきませんでしたね。しかし、その下の買いを狙っていたポイントまで来たので、ここからどうなるかを見ていきます。では、ローソク足を少し進めてみます。さらに下がっていきました。売りの勢いがかなり強いですね。こうなってしまうと何もできないので、次の買いを狙っているポイントまで来るのを待つしかないです。それではこの後の動きを見てみましょう。さらに下がってきたのですが、狙っているポイントまでは届きませんでした。しかもこの時点で夜中の12時半近くになっていました。ここからは動きが鈍くなるし、寝る時間でもあったので、この日は諦めて終わりにしました。3月26日、水曜日は朝7時の時点で、1時間足のチャートは次のようになっていました。昨日の寝た時間の位置から少し反発していました。流れ的には、押し安値をまだ下へ抜けていないから、トレンドの転換はしていないので、積極的に売りは狙えない。かといって、直近の下落の勢いが強いので、ここからすぐに買うことはできない。そんな状況でした。こういう中途半端な位置にいる場合、大きな流れを重要視して買ってくる人と、直近の流れを重要視して売ってくる人の思惑がぶつかって、よくわからない動きになりやすいです。だから、この位置ではトレードをすることはあまり考えていませんでした。もしするとしたら、三尊の形が出ているので、左肩で反応して下げそうな形が出たら売れるかも、くらいに考えていました。では、その後の動きを見てみましょう。そのまま上がってしまいました。ちょっとこの位置だと中途半端なので何もできません。しかも、この時点でお昼の12時になっていて、ここからは動きが鈍くなるので何もせずに放置です。だからお昼ご飯を食べて昼寝をしました。そして3時の時点で、次のような状態になっていました。お昼の時点からさらに上がっていました。この位置だと戻りが強いので、売るのはちょっと難しいし、買うにしても高値掴みになるのでエントリーができません。だからここでは何もせずに、またしばらく様子見をしていたところ、次のような動きになりました。今度は下がってきました。1時間足で見ると何もできない感じなのですが、15分足で見ると次のようになっていました。15分足だと、押し安値の位置まで下がってきたので、ちょっと買いが狙えそうです。ただ、下落の勢いが強めなので、少し様子見が必要です。では、ローソク足を少し進めてみます。押し安値付近で下げ止まって反発しました。これを見たときに、もしここから下がってきたら、逆三尊ができそうな形になっていることに気づきました。そのため、逆三尊の左肩までレートが落ちてきて、反発するようであれば買いを狙っていました。そして、この後の動きを見ていたら、次のようになりました。逆三尊にならずに上がってしまいました。しかもこの時点で夜中の12時を過ぎていたので、もうトレードはないと見て、この日もノートレードで終わりました。3月27日、木曜日の朝7時の時点で、1時間足のチャートは次のようになっていました。前日の高値付近にいて、チャートの形的にもかなり微妙です。直近の流れを見ると、高値と安値を切り上げて上昇トレンドになってはいるのですが、目立った高値に近い状態でもあります。これを見たときに、しばらくトレードはないと判断しました。トレードをするにしても、
押し安値の近くまでレートが落ちてきてからでないと無理だと考えていました。そのため、しばらく何もせずに放置していたところ、お昼の12時の時点で次のような動きになりました。押し安値付近までレートが落ちてきたのですが、まだ買うような場所ではないので、お昼ご飯を食べた後に昼寝をしました。そして、3時頃にチャートを確認すると、次のようになっていました。買いを狙っていた場所までレートが落ちてきて反発していた状態でした。ここまで落ちてきた過程を見てみると、高値と安値を切り下げて下落トレンドになっています。よって、仮にここから下がってきて狙っていた場所まで落ちてきても、そのまま下がっていく可能性の方が高いと感じました。だから、この位置では何もせずに様子見をすることにしました。そして、その後の動きを見ていると、次のようになりました。一気に上がっていきました。この動きによって、最高値を上へ抜けてきただけでなく、直近の流れも上昇トレンドが継続になりました。そうなると、ここから狙うのは押し目買いになるのですが、その時に狙えそうな場所としては、次のような位置になります。この2つのサポートラインの位置までレートが下がってきたら、買いを狙うことにしました。では、その後の動きを見てみましょう。まず、上側のサポートラインまでレートが落ちてきました。よって、エントリーチャンスが来たので、15分足に変えて少し細かく見ていきます。サポートラインを実体で下へ抜けているのですが、そのすぐ下にもサポートラインが引けて、そこで下げ止まりそうな感じです。ただ、ここでも下落の勢いが強いので、すぐにエントリーはせずに、少し様子見をします。そこで少しローソク足を進めてみます。少し強めに反発しました。ここからもう一度下がってきて、下げ止まるようであれば、買いを狙っていきます。では、ローソク足を少し進めてみます。戻ってきたのはいいのですが、そのまま下へ抜けてしまいました。しかし、この下げによって、次に買いを狙っていた場所まで来ました。そこで5分足へ変えて、エントリータイミングを探っていくので、この時の5分足を見てみましょう。5分足で見ると、この位置に来るまでに高値と安値を切り下げて下落トレンドになっています。よって、少し揉み合って下がらないことを確認してからエントリーを狙っていくので、少しローソク足を進めてみましょう。上がっていっちゃいました。もうまたかよ。今週何回取り逃してんだよ。なんて、ちょっとイラッとしてました。でも上がってしまったのは仕方ないので、また次のチャンスを待つしかありません。とはいえ、この時点で夜中の12時ぐらいだったので、結局この日もトレードをせずに終わりました。3月28日、金曜日の朝7時の時点で1時間足のチャートを確認したところ、次のようになっていました。この日も前日の高値付近にいました。まだ上昇トレンドも続いているので、買いを狙っていきます。その時に狙っていた位置としては、次のポイントになります。この位置は、昨日エントリーできなかった位置なのですが、ここで反応した形跡があるので、もう一度この位置までレートが下がってきたら反応する可能性があると考えていました。また、押し安値でもあるので、反応する確率がより高くなります。それでは、その後の動きを見てみましょう。買いを狙っていた場所までレートが落ちてきました。ここでエントリーポイントを少し細かく見ていきたいので、15分足に変えてみたところ、次のようになっていました。15分足で見ると、直近の流れが高値と安値を切り下げて下落トレンドになっています。よって、この位置で下げ止まるかを確認する必要があるので、少しローソク足を進めてみます。そのまま下がってしまいました。こうなると、押し安値を下へ抜けたことで、トレンドが転換した可能性が出てきました。そのため、ここから狙うのは、押し安値での戻り売りになります。それではローソク足を少し進めてみましょう。押し安値で反応せずに上がっていきました。これを見た時点で、これはもうダメだ。今週の相場とは合わないって一気に諦めモードになって、今週はノートレードで行くことに決めました。結局その後の動きを見てみると、次のようになりました。上がっていくと思ったら、
また大きく下げてくるというやりづらい動きとなりました。1時間足で見てみると、次のような感じでした。今週の相場を見ていると、一方的に上がった後に一方的に下がって、押し目の部分でも時間をかけずにすぐに反発してしまうことが多かったです。こういう動きになると、トレードを狙っているポイントまで来てもエントリーができないので、私にはやりづらい1週間となりました。勝ち続けるために大切なこと。今週はノートレードだったのですが、1週間で一度もトレードができないと、やばいな、これで大丈夫かなんて不安になることがあるかもしれません。でも、FX を長く続けていると、こういう場面も出てくることがあります。その時に焦ってルール外のトレードをしてしまうと、負けやすくなるだけでなく、我慢できずにトレードをする癖もつきやすくなります。こうなってしまうと、せっかく勝てるトレードができるのに、それを台無しにしてしまいます。そもそも FX をやる目的は、トレードをすることではなく、お金を稼ぐことですよね。つまり、FX で勝ち続けるには、自分の形が来るまでじっと待って、確実に利益を積み上げることが大切です。そしてその形というのは、毎日必ず来るものではありません。さらに言えば、今週の私のように、エントリーポイントまで来ても、微妙に噛み合わずにエントリーができないこともあります。それでも焦って手を出さずに我慢できれば、余計な負けが減って、ちゃんと資金は増えていきます。実際、私の今月のドル円の成績は、1週目、3勝1敗1分けでプラス165ピップス。2週目、2勝1敗でプラス65ピップス。3週目、3勝0敗でプラス110ピップス。4週目、ノートレード。トータルでは8勝2敗1分けでプラス340ピップスとなっています。このようにトレード回数が少なくても自分のポイントまで我慢をしてトレードをしていけば勝率が高くなるし利益もしっかり残ります。ノートレードは続くと不安になりますが焦らずチャンスが来るまで淡々と待つ。この積み重ねこそは FX で勝ち続ける秘訣であり資金を着実に増やしていくための一番の近道でもあります。ちなみに、3月の1週目と3週目の詳しいトレード内容に関しては、この2つの動画で紹介しているので、よければ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。2週目に関しては、動画を作り忘れたのでご勘弁を。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。